はい、皆さん、こんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル。はい、梅雨がね、めちゃくちゃ早くね、明けてしまったんで、予定してたよりも、空いてる日にちがちょっとね、あったんで、なんやったらちょっと若さ、若さの方に行こうかいうことで、一泊で、車中泊で来たんですけども、まあ、西の方から、伊根あたりから、敦賀、そっちの方をね、ちょっと抜けて、小浜あたりで一泊しようかないうことで、普段なら平日行動することが多いんですけども、急にね決まったんで、いい店もちょっとね知り合いに教えてもらって、ちょっとね下調べしてなかったんで、行ったら土曜日やのに休みですわ。結局ね、ちょっと土曜日やったんで、高速もちょっと混んでたんかな。道の駅も駐車場にもなかなかね、入れなかったんで、船の予約もしてることやし、その乗船するとこのちょっと手前に、船屋の宿、アウラ。そこでね、ちょっと定食があったんで、そこがね、正解でね、うまいわ、海のそばやわ。足伸ばしたらね、1メーターぐらいでもう海やし、水はきれいわ、いうことでね、うまいことね、時間に、間に合ういう形で。まあね、今回の一番の目的は、伊根に行って、湾内を、船に乗って、観光船に乗って、いっぺん中を見たいないうことで、いろいろネットで調べたんですわ。ほんで、まあまあ、大きな観光船もあるし、なんか個人のオーナーさんがやってるのもね、4つぐらいあるんかな。その中で、なんかテレビでも、NHK のいい移住でね、紹介された方なんで、そこでね、いろいろ調べていったら、船江からも一応ね、船着き場もあんねんけども、船江からも乗れます。船江の前の、コーヒーショップでコーヒーを買って、そのままそのコーヒーを持って船にも乗れますいうことがね、書いてあったんで、うわ、これ最高やんいうことで、すぐに予約を取りました。まあね、伊根あたりはね、昔からなんですけども人気があるし、観光バスで来られる方も多いんで、そのためにやっぱね、大きな、観光船が、大体ね、観光バスの1台分のお客さんがいっぺんに乗れるような船もあるんですけども、やっぱね、今回乗ったリーネさんとこの船は11人ぐらいかな、生にね、船頭さんと話ができて、情報がね、いろいろ教えてもらえるし、2日前はイルカが湾内に入ってきたんですよみたいな、そんな情報も聞けたしね。で、ユリカモメの餌もくれるし、なんかパン持っていかなあかんかなってずっと思ってたんやけども、こんな感じですわ。船に直接、もう、地元のね、地元に住んでるもんみたいな、そんな感じで、船に直接、船つけてくれはるし、それと、船着き場はね、ちょうど向かい側にあるんでね、大きな駐車場もあるし、そちらを利用することもね、全然問題ないんですけども、もし行かれるんやったら、こちらの船が一番良かったんちゃうかな。推薦しておきます。リンク貼っときますんでね。そんなんで、船降りてからぶらぶら歩いて、さっきね、映ってた船屋カフェの方にもね、寄ったし、どこ行こういうことで3時過ぎになったんかな。で、天橋立はもう何回も行ってるし、いいかいうことで、
飛ばして、その次、そしたらどこ行こういうことで、いろいろね、オバマの方まで行くんですけども、それまで時間調整しながら寄れるとこは寄ってみたいなんで、その中に今回は寄って、前回は寄ったんですけども、海からいうここ、魚と旅するマーケットみたいな、はい、ここがね、めちゃくちゃいい。おすすめ。はいはい。海がすぐそばで、海釣り公園もあって、そこがね、水がめっちゃくちゃ綺麗からね、こんなとこ魚魚釣れんのじゃうかい、これ。釣り人、魚から見えるからね、はいはい、それぐらい綺麗なとこやし、港やしね、で、魚も新鮮やし、はいはい、この辺り、道の駅とかね、いろいろあるんですけども、行くんやったら、海から、ここが推薦ですわ。はい、さっき言ってたね、道の駅はシーズアイズ高浜と海ん中大井。はい、この2軒ね、ありました。そんなんで、結局はいろいろ考えたんですが、小浜港まで来て、ここの浜の湯、それで風呂入って、んで、まあ上にもレストランあるんで、それでもよかったんですが、やっぱ魚食いたいなとか、まあまあまあ、せやけど、魚も昼からずっと魚やしなとか思いながら、それでもやっぱね、3時、4時ぐらいだったかな。走ってる間はそんなに腹も減ってないし、なかなか決まれへんかって、で、夜とこも決まれへんし、どないしょう。まあ、今回はほぼね、稲が目的でそこから東の方に進んで、なんかいいとこ見ながら、行ったことないとこ、行ったとこはね、やっぱちょっと省きながらね、移動したらいいわ、いうことで、まあまあ、舞鶴にね、軍艦ありませんか、港が、海軍。そこに船見に行こうか言うて、そこまで走ったんですが、なんか開催してないいうかな、入れなかったんで、仕方ないなあいうことで、レンガのとこ入っていろいろね、行ったら、これ、はい、海軍カレーがあったんですわ。まあ、昔も、お店で食べてたんですけども、これ。これがね、めちゃくちゃうまかって、で、うまいけども時間早いんちゃうんとか言いながら、あ、それやったらレトルトパックをここで買って、小浜でご飯持ってきてるし、ねえ、安上がりでしょ。まあまあね、じじいの社長がこんなもんですわ。ああ、よう似合うわ。え、それやんの？あ、ちょっと待って、押したかな。うん、押した。お金いっぱいと鳥かいっぱい。合うてる？どっちか分かれへん。あ、合ってます。はい、ちなみにね、今着てる、制服なんですけども、背中が丸い。船の最高責任者の、制服になります。はい、そんなんでね、結局は、ここに来る前に、舞鶴の赤レンガパークに寄って、で、レトルトカレー買って、まあ、これ2回目やねんけども、このレトルト買うのは、どうなんやろ、前回はあまりね、パッケージあんまり見てなかったんやけど、今回ね、京都の、万願寺唐辛子が入ってるみたいなことね、はい、パッケージになんか書いてましたわ。それでかどうか知らんけども、前回のイメージよりか若干辛い。はい、そんな感じはしたんですけども、まあね、実際辛いのはね、あんまり好きじゃないねんけども、ちょうどカレーにはいい感じの、はいはい、ちょっと汗出ましたけどね。
お米の方は、毎回言うか、家でもそうなんですけども、だいたい1合でお茶碗2杯ぐらいかな。それを2人で分けてる。あんまりね、もう年やし、そんなに食べれないいうか、まあちっちゃいしね、2人とも。はいはい、そんなんでご飯を、1合を半分ずつにして、それと、家庭菜園で作ってるミニトマトとサニーレタス、はい、それを持ってきたんと、それとね、途中でどこやったかな覚えてないねんけども、とんかつ、それ1枚買って、それを、切って、で1枚を半分ずつ持って、でぬくめたレトルトで、とんかつカレーサラダ付きのカレーセットで、こんばんはね。でビール飲んで、まあビールと合えへんねんけども、まあまあ暑かったんでね、海に沈む夕日を見ながら晩飯にしました。それと調理する時にレトルトパックの袋とかね、そんなんを、テーブルの横に置いてたんですけども、やっぱね、食事する時そこにやったら邪魔になるし、でまた目障りやしね、はい、横の方にね移動できるようにも考えてます。乾杯。出発進行。面かじいっぱい。はい、めちゃくちゃねうまかったですわ。はい、車中泊で今回はね、のんびりしてる時間がないようか、ね、ずっと移動してたんでね、はい、凝った料理もね、全然作らなかったんですけども、まあ、車中泊はこれはこれで、はい、簡単に済ました方がね、洗い物もね、あったりするんでね、ここは炊事場がないんでね、はい、そんなんでね、明日どこ行こうか、どこ行こうか、いうことで、風呂に入って、風呂もね、歩いて2、3分にあるしね。ただね、暑い思て、リアゲートを半開きにしたり、窓開けたりしたんですけども、むちゃくちゃ寒かって、寝袋を着て、結局ね、一晩明かしたみたいな、はい、そんな感じになりました。グッドモーニング。はい、朝もね、いつも通りですわ。コーヒーとサラダとトーストと、それと昨日の、サラダね、同じサラダね。で、目玉焼きと、コークン。いや、これ食ってね、昨日の続きで、どこ行こうか、どこ行こうか、ってね、全然決まらないまま、朝飯食ってスタートしました。移動中にスマホで三方五湖のレインボーラインがいいんちゃうかったけど、まあ海ずっと見てるしな、昨日から。それやったら、敦賀の方まで行って、ヨーロッパ圏のソースカツ、それもゆうべカツから行くだしな。敦賀の赤レンガ倉庫は、まあ、それも、舞鶴行ったしな、とか。はいはい、結局ね、予定してた敦賀の方まで行かずに、ここ、売割の滝、皇太子さん、今のね、天皇陛下がね、行って水飲んだいうとかやし、ここ行こうか、いうことで、まあ、ほぼね、今回涼しいとこばっかし選んでるんで、はい、ちょうどね、時間的に昼飯ぐらいになったんかな、11時40分ぐらいで、ここ、球磨川宿道の駅、そこのね、旧街道を走りながら、昔はこんな感じないなーってね、ゆっくり、観光客もね、ちょっと少なかったんかな、で、店もちょっと暑かったんか、
はいはい、みんな空いてなかったんですけども、そこのね、道の駅なんですが、昔からね、人気があって、そばとかが美味しかったんでね、それとか、サバ寿司、ここもサバ街道の一本やったから、ただね、駐車場が狭かったから嫌やな思ってたらいつ頃からやろ、もう何年か経つんかな、あれ、駐車場がほぼ2倍になったんで、すんなり入れるようになったんでね。はい、ここですわ。そこによって、昼飯、冷たいそばと焼きサバ寿司とサバ寿司、やっぱサバ界でないしね、サバ寿司は食わなあかんやろいうことで、はい、福井もそうなんやけども、伊吹そばもね、なんか辛味大根が多いかな、この辺は。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン、並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタの方もやっております。ジジイアンダーバー70。ジジイは75歳。それと、稲の観光船にね、もしか乗る機会があるんなら、やっぱね、このリーネさんとこの船が一番いいんちゃうかな。楽しいし、船屋でのんびりできるし、おまけに安い。はい、3拍子揃ってるんでね、